今回はエンディミオンのサイドカードの話をしていきます。マスターデュエルはシングル戦なので基本的にサイドデッキを使うことはありませんが、最近は DO3 の大会も開かれるようになってきて興味がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。まず先行を取る場合に考えられるカードがこちらです。エンディミオンは先行が取れたら普通に強いですが、相手への妨害をモンスター効果に依存するため、禁じられたひとしずくや明瞭結界刃などをもらったら一瞬で盤面が崩壊する可能性があります。なのでモンスター効果を封じられても相手の行動を制限できるようなサイドカードが望ましいです。ネクロバレーはお互いが墓地のカードを除外できなくなり、墓地のモンスターを蘇生、手札に加えるなどの効果を防ぎます。トライブリゲードなどのギミックを完封できることも多く、テラフォーミングでサーチできる点もいいですね。魔法族の里は魔法使い族が自分の場にのみ存在する場合、相手は魔法を発動できない効果を持ちます。魔法主体で動くデッキには致命的なメタカードになり、禁じられたひとしずくや冥王結界派などの弱点をそもそも発動させません。同じくテラフォーミングでサーチ可能です。サモンリミッターはお互いのプレイヤーの召喚、反転召喚、特殊召喚を2回までに制限します。先行展開後に使うので、こちらにデベリットはほぼなく、アーゼウスのような強力なエクストラデッキのモンスターを召喚させません。アーリティスペースはお互いのプレイヤーの特殊召喚を防ぐカードです。展開後にこのカードを守るだけで勝てるカードですが、自分の盤面が貧弱な場合は自分の足を引っ張る可能性もあるカードです。サイドカードではないですが DO3 なら電脳獣ディアブロシスも活躍できます。エンディミオンデッキは耐性が多く、これをきれいに返すにはアーゼウスでしか回答がないデッキも多いです。6素材アーゼウスの10に獅子や手数が多いドライトロンを相手に出すことでアーゼウスによる盤面リセットを防げるカードです。次は高校用のサイドカードの紹介です。まずは手札誘発からです。増殖する G は相手が特殊召喚するたびにドローができるので、手数が多いエンディミオンとは相性がいいです。リビルは相手がモンスターを5体以上召喚したターン、場の表側モンスターを全てリリースする効果を持っているので、展開系相手にすごく有効なカードです。ドライトロンやアットイグニスターなどサーチを多用するデッキにはドロールも良いと思います。エンディミオンにも致命的な手札誘発ですね。アーティファクトロンギヌスはリリースすることでこのターンの除外を防ぎます。トライブリゲードや電脳界、サンダードラゴンなどに対して有効です。次は相手のモンスターに触るカードです。天の岩戸はお互いにスピリットモンスター以外の効果を発動できなくするカードです。盤面のモンスターによる妨害と手札誘発まで止められます。しかし永続効果は無効にできないので注意です。冥王結界派は相手の場のモンスターの効果を無効にし、そのターン相手はダメージを受けなくなります。天の岩戸は発動だけできなくするのに対して、こちらは永続効果も無効にするので差別性があります。エクシーズオーバーディレイは相手のエクシーズモンスターをデッキに戻し、素材のモンスターのレベルを下げて特殊召喚するカードです。ロンゴミアンとの唯一のカウンターになるカードなので、今のマスターデュエル環境では採用を検討する価値があるカードです。ラバゴーレムは通常召喚できなくなる代わりに相手のモンスターを2体リリースして特殊召喚できます。ラーのよく侵入は相手のモンスターを3体リリースして召喚できます。通常召喚扱いなので特殊召喚が制限されている場合でも使えます。ガダーラは1体のみリリースですが、通常召喚権を消費せず風属性なので結界像の上から使えるのも良いところです。打点も創世魔導王やマスターケルベロスより下なので処理に困りません。相手の魔法罠に触るカードです。電光オセッカーはセットされた魔法罠を発動させないカードです。罠デッキ対面にとても有効なカードになります。サイクロンは速攻魔法で相手の魔法罠を1枚破壊するカードです。致命的な永続罠である王宮の直命や魔封じの方向にチェーンして発動できます。同じくコズミックサイクロンは速攻魔法で相手の魔法罠を1枚除外します。シャドウルやエルドリッチなど魔法
罠を再利用するデッキに対して有効でしょう。ハーピーの羽ぼうきは相手の魔法罠を全て破壊するカードです。似たようなカードでライトニングストームがありますが、エンディミオンは T スケールを置いてドローするため、ライトニングストームをドローしても打てないことが多く採用しづらいカードです。レッドリブートは相手の罠の発動時に手札から発動でき、その効果を無効にしてそのターン相手は罠を発動できなくなります。罠デッキおよびセフィラみたいにカウンター罠をサーチするデッキに対して有効です。打たれたら実質ターンスキップのカードである次元障壁に対応できる唯一のカードです。パンクラトップスは相手のモンスターの数が自分より多い場合、手札から特殊召喚できてリリースすることでカードを1枚破壊できるカードです。打点が高いのとフリーチェーンでフィールドのカードを何でも破壊できるのが優秀です。では実際にメインデッキから抜くカードの候補を考えていきましょう。結構人によって分かれる部分ですが、メインギミックを阻害しない範囲にしたら良いと思います。サイドデッキを組むときは各対面に対して事前に入れ替えるカードを考えておくのが大事です。アストログラフは強い手札をより強くしてくれるカードで、効いた場合の運用が難しい場合も多いので抜ける候補です。マジックラボも同様に組み合わせて強いカードであり、単体で強さを発揮できない場合もあるため抜ける候補です。ハカーナの指名者は高校の時に抜くことも考えられますが、ドロールが止めれるカードなので難しいです。強欲で貪欲な壺は複数枚引いてしまうと手数が少なくなるため減らしたりします。魔力統括も同じく複数枚引いてしまうと手数が少なくなるため減らしたりします。場合によってはマギステル、マスターケルベロス、キングジャッカルなども減らしていいカードだと思います。いかがだったでしょうか。サイドデッキには正解がなく、エンディミオンは特にデッキの性質上それが難しいデッキの一つです。この動画を参考にして自分なりのサイドデッキを作ってみてください。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。